皆さん、こんにちは。今回はみんな大好きじゃ、うぬ様の特集です。チャンネル登録もよろしくお願いします。彫刻のような横顔で、顔天才らしいルックスから、マンチッナム漫画から飛び出してきたような男、というニックネームを持つ、チャウヌ様を以下の5点から掘り下げていきます。チャウヌ様は、箱入り息子、頭も良く、スポーツ版のアイドルアストロのメンバーとしての、チャウヌ、あまりにも豪華で、美しい交友関係、おすすめ作品の紹介。早速、それでは、チャウヌ様は、箱入り息子、からご紹介します。チャウヌ様は、母親にとても厳しく育てられました。賞を取っても褒められることはなく、幼少期は寂しい思いをしました。しかし、母親には、チャウヌ様のためを思った別の意図があったと言います。幼少期からチャウヌ様の顔が整っているのは明らかだったので、過剰な自信を持ったり、甘えたりしないで欲しかったそうです。母親はチャウヌ様に謙虚な人間になって欲しかったみたいです。その甲斐あってか、現在のチャウヌ様は浮ついたところがなく、謙虚で礼儀正しい人柄です。お母様の教育の賜物ですね。現在、チャウヌ様と母親はとても仲良しであることで知られています。チャウヌさんは母親とデートすることが趣味になっているそうです。こんな息子いたら自慢でしかない。また、お父様は恋愛に対してかなり厳しかったそうです。大学生になるまでは異性交際は禁止というルールがありました。しかし、芸能界に入るかどうかを迷っていたチャウヌさんの背中を押したのは父親です。一度経験してみたらと、チャウヌさんに声をかけたと言います。ちなみに、チャウヌさんの父親は、アストロの中では、ユンサナさん推しだそうです。そんなエピソードも微笑ましいですね。次は、頭も良く、スポーツ版のです。チャウヌさんの学生時代は、生徒会長を務め、全校3位に入るほど、成績優秀でした。スカウトされる前は、ソウル大学を目指し、医者、検事、裁判官、警察官になりたかったとか。いわゆるエリートですやん。また、バスケットボール部とサッカー部のキャプテンをしており、運動神経まで良かったそうです。特にバスケットボールは、学校代表も務め、市の代表としても活躍していました。大学は、聖金館大学で、アイドルと学業を両立して、名門大学に入学するなんて、素敵すぎます。アイドルアストロのメンバーとしての、チャウヌさんは毎日夜11時まで勉強してから家に帰るという生活を送っていました。中学の学園祭でファンタギオからスカウトを受けますが、一度断っています。チャウヌさんは勉強を頑張って裁判官になりたいという夢がありました。そのためファンタギオはチャウヌさんの両親と話し、説得をしてオーディションを受けることに。高校1年生からチャウヌさんは練習生生活を始めます。練習生生活は地下鉄で通っていたといいます。新人開発プロジェクトファンタギオ IT 院に所属し、活動を始めます。2014年には映画世界で一番愛しい君へに出演したことで俳優デビューを果たします。2015年にはアストロとしてデビューすることが内定。チャウヌさんはデビュー前からすでにそのビジュアルでとても人気を集めていました。そして2016年にアストロとしてデビューを果たしました。アストロというグループ名は天体星スターを意味するスペイン語に由来しています。愛する人たちにとっての星宇宙でありたいというメンバーたちの願いが込められています。ビジュアルの良さとクオリティの高いパフォーマンス、細やかな表情管理でたちまちファンを沼らせているアストロ。その中でもチャウヌ様の存在は飛び抜けています。メンバーとわちゃわちゃ仲良しですが、最近は個人活動に重きを置いています。また、メンバーの死を乗り越えて、固い絆で結ばれています。あまりにも豪華で、美しい交友関係。コロナの時、イテウォンの飲み屋に集まったメンバーが注目非難された時、そのメンバーがあまりに K-POP を代表するイケメンメンバーで話題になりました。メンバーは BTS のジョングク、セブンティーンのミンギュ、NCT127 のジェヒョン。どんなキラキラメンバーなのでしょうか？ずっと交流が続き、良い友情関係で微笑ましいですね。おすすめドラマ作品の紹介。おすすめ1、私の ID は、カンナム美人2018。容姿が原因で、幼い頃からいじめを受けてきた、カン・ミレイムスヒャンは、大学入学前に整形手術し、美しく生まれ変わります。
大学に入学すると、すぐに友人もでき、綺麗な子と注目されるなど、これまでとは全く違う生活が始まりました。しかし喜んだのもつかの間、先輩から強引なアプローチやセクハラまがいの行為を受けるなど、綺麗になったらなったで悩みがつきません。さらにミレがカンナム美人、明らかに整形した美人だという噂が流れてしまいます。大学で再会した中学の同級生とギョンソクチャウヌはミレの過去を知る唯一の存在。苦しむミレに歩み寄ろうとしますが、イケメンで女子学生の注目の的であるジョンソクがミレと距離を縮めることに嫉妬心を抱く人も。おすすめにメがニコーリン2020。イムジュギョンムンが読んだ容姿にコンプレックスがあり、学校でもブサイクという理由でいじめを受けていました。激しさを増していくいじめに限界が近づいた頃、家庭の事情で引っ越すことになります。今こそが再スタートのチャンスだと、ジュギョンはメイクを猛勉強し、美人に大変身。転校先では女神と称えられ、友達にも恵まれて憧れていた青春をスタートさせます。しかし、すっぴんを隠しての学校生活はピンチの連続。ある日、容姿端麗成績優秀、運動神経抜群だけど、他人に興味のないソシオパス、ナイスホチャウヌにすっぴんの秘密がバレてしまいます。弱みを握られ、召使いにされてしまうジュギョンですが、スホの意外な優しさを知るうちに、心に変化が。スホと因縁の中であるソジュンファン・イニョクは、スホと距離を縮めつつあるジュギョンに興味を示しアプローチを開始。ジュギョンをめぐって、スホとソジュンの激しいバトルが繰り広げられます。おすすめに、新米主観区へ、リョン2019。19世紀の寛容現在のソウル。西洋文学を愛し、ガリレオを尊敬するクヘリョンシン・セギョンは結婚適齢期を過ぎていました。兄によって政略結婚をさせられそうになりますが、どうしても結婚に幸せを見出せないリョンは逃走。朝鮮初の女性士官級 T9 の出来事を記録し、朝鮮王朝実録を編纂する役職の試験を受け、見事に合格し、キャリアウーマンの道を選びます。しかしリョンを待ち受けていたのは、男性ばかりの厳しい階級社会。女性というだけで見下され、仕事を教えてもらうこともできません。さらに、以前書店で出会い因縁の中になっていた恋愛小説家のメファが、実は王位継承第2位のニコイリム・チャウヌだと分かり大ピンチ。陰謀が渦巻き次々と問題が起きる宮廷で、ヘリョンは士官の仕事を全うすることができるのでしょうか。未来を切り開こうと奮闘する女性の生き様を描いた時代劇版お仕事エンターテイメントです。おすすめ4、ワンダフルワールド2024。本作はチャウヌにとって初挑戦となるヒューマンミステリー。ラブロマンスやラブコメディへの出演が多かった中、本作では明るくキラキラとした笑顔を封印。解体現場のようなところで働く姿、バイクを走らせる姿、腕から血を流す姿など、傷を負った孤独な青年という新たな役柄で、俳優としての真骨頂を見せてくれます。理学の教授で有名な作家でもあるウンスヒョン・キム・ナムジュは、夫カン・スホ・キム・ガンウと愛する息子と共に、幸せで完璧な日々を過ごしていました。しかしある日、息子が殺されてしまい、スヒョンの人生は一変。憎しみと絶望に満ちたスヒョンは、自らの手で法の目をかいくぐり、野放しにされていた犯人を葬ります。刑務所内で出会った囚人仲間からの慰めに、少しずつ心を開き、生きる意欲を取り戻していくスヒョン。そして出所したスヒョンは、ひょんなことから同じく心に傷を持つ孤独な青年、ソンニル・チャウヌと出会い、次第に心を通わせるように。しかし、互いの秘密が明らかになった時、その運命は大きく狂い始めるのです。絶望、憎しみ、葛藤、そして愛。人間の様々な感情が渦巻く、禁断のヒューマンサスペンス。その結末はいかがだったでしょうか。チャウヌ様の魅力を堪能できましたでしょうか。気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価もお願いします。励みになります。